かつて甘味料といえば砂糖でしたが、1970年代後半以降、砂糖よりも安価な異性化糖が大量に消費されるようになりました。他方で、糖質制限などのダイエットがブームとなる中、糖質を含まない人工甘味料がカロリーゼロを謳う食品に採用されるようになりました。砂糖とは異なって虫歯の原因にはならないとはいえ、本当に健康に良いかどうかは議論があるところです。この動画では既存の甘味料や新しく登場した人工甘味料の問題点を指摘した上で、健康にとって最も好ましい甘味料は何かを考えたいと思います。第1章、既存の甘味料の問題点。代表的な甘味料は砂糖です。では、砂糖はなぜ甘いのでしょうか。それは、砂糖の主要成分であるスクロースが果糖、すなわちフルクトースを含むからです。この図に示した通り、スクロースはブドウ糖、すなわちグルコースとフルクトースという2つの単糖類が脱水縮合して形成された二糖類です。消化されると逆にグルコースとフルクトースに加水分解されます。スクロースの甘さは主としてフルクトースの甘さに起因します。実際フルクトース単体の甘さはスクロースの甘さの 1.2 倍から 1.5 倍です。これに対してグルコースの甘さはスクロースの甘さの 0.65 倍から 0.8 倍です。終戦後の日本では砂糖は高価だったので、フルクトースが過剰に摂取されることはありませんでした。この状況を変えたのが異性化糖の誕生です。砂糖不足に悩んでいた日本は、グルコースをフルクトースに転換する酵素の研究を進めました。その結果、1965年に異性化糖を安価に生産する技術を開発しました。トウモロコシや芋類から異性化糖を安価に生産できるようになったのです。1970年代後半以降、日本だけでなく、海外でも異性化糖が本格的に普及するようになりました。日本では異性化糖はフルクトース含有量によって3つに分類されます。50% 未満はブドウ糖果糖液糖。50% 以上 90% 未満は果糖ブドウ糖液糖。90% 以上は高果糖液糖と呼ばれます。このうち果糖ブドウ糖液糖は砂糖より甘くて安いので様々な食品に添加されています。例えばコカ・コーラの原材料の一覧を見ましょう。糖類として果糖ブドウ糖液糖と砂糖が記載されています。原材料名は重量の割合が高い順に記載することになっているので、果糖ブドウ糖液糖が砂糖よりも多く含まれていることがわかります。果糖ブドウ糖液糖はキムチのような甘さと無縁に思われる食品の中にも含まれています。キムチの漬け原材料として果糖ブドウ糖液糖が最初に記載されています。このように異性化糖は様々な食品に含まれています。米国の小児内分泌学者ロバート・ラスティッグは、安価な異性化糖が普及した結果、人々のフルクトース摂取量が増加し、それが肥満増加の原因となっていると、2009年の講演、砂糖、苦い真実で主張しました。この講演を撮影した YouTube 動画は大きな反響を呼び、2022年現在、2000万回以上再生されています。ラスティッグは講演の内容に基づいて2013年にファットチャンスを出版しました。
この英語の本は2018年に果糖中毒というタイトルで日本語にも翻訳されました。この本の中でラスティックはこう主張しています。フルクトースはアルコールなどの他の毒と同様に肝臓に送られ、そこで代謝されるが、量が多いと脂肪として蓄積されるので、非アルコール性脂肪性肝疾患の原因になる。つまり、フルクトースは脂肪肝をもたらすアルコールと同程度の毒だというのです。ラスティッグはこれ以外にも様々なフルクトース摂取の弊害を挙げているのですが、ここでは痛風と高血圧の原因になっているという説を取り上げましょう。ラスティックによると、大量のフルクトースが肝臓に押し寄せると、肝臓は代謝のために必要とするエネルギーを賄えず、その結果、肝細胞から ATP が奪われます。ATP の欠乏は老廃物である尿酸の生成により、痛風をもたらすとともに血圧を上昇させるというのです。ラスティックの主張がどこまで正しいかを検証しましょう。2019年にフルクトースを含む食品がどの程度血圧を上昇させるかをまとめたメタアナリシスが発表されたので、その結果を紹介します。ラスティックの主張は砂糖入り飲料については成り立ちます。このグラフにおける赤線は1日あたりの消費量と高血圧発症の相対リスクとの関係を線形モデルで示したトレンドラインです。黒線は非線形モデルによるトレンドラインで、上下の点線は非線形モデルの 95% 信用区間を表します。砂糖入り飲料の消費が血圧を優位に上げていることがわかります。これと対照的なのが果物です。果物の消費は血圧を優位に下げています。果物にはフルクトースが含まれているのに、結果は砂糖入り飲料と逆です。では 100% フルーツジュースはどうでしょうか。少量なら有益だけども、飲みすぎは有害と言えそうですが、優位な容量反応的関係はありません。最後に甘い菓子の摂取と血圧の関係を見ましょう。点線で示される 95% 信用区間が非常に大きいのは不確定性が大きいことを示しています。一口に甘い菓子と言ってもいろいろなものがあるので、その効果は一概には言えないということです。例えばチョコレートは砂糖を含むという点では有害ですが、材料のカカオに含まれるカカオポリフェノールには血圧を下げる作用があります。このグラフを見ると正の容量反応的関係があるように見えますが、リスク比は優位に1よりも大きくはありません。血圧に関する結果を一般化すると、フルクトースを含む食品の健康に与える影響は、食品が固形の食べ物か液状の飲み物か、果物が材料か否かで分類して、この表のようにまとめられます。括弧内は健康に与える影響を表します。未加工の果物が肯定的な影響であるのに対して、甘い清涼飲料水は否定的です。100% フルーツジュースと甘い菓子はその中間です。ここから食べ物は飲み物よりも、果物は果物以外の食材よりも安全と言えそうです。同じフルクトースを含む食品なのになぜこのような違いが生じるのでしょうか。ラスティッグは本の中でこう説明しています。果物にはフルクトースが含まれていますが、食物繊維も内在しています。これは偶然ではありません。
果物に含まれるフルクトースが重大な健康問題を引き起こさないのは、果物の固形部分を構成する内製の食物繊維とバランスが取れているからです。自然が意図したように、この2つを一緒に摂取すると、肝臓への流入速度が抑えられ、肝臓もそれについていけるので、砂糖の悪影響がほとんど軽減されるのです。私はこの箇所を最初に読んだとき、納得しませんでした。もしもフルクトースが毒なら、肝臓への流入速度が抑えられるぐらいで被害を免れるのか疑問だったからです。しかしその後、2020年に発表されたマウスを用いた実験の結果に、この疑問を解く手がかりを見つけました。この実験でフルクトースを代謝する腸管特異的な酵素を欠損させると、フルクトースの肝臓への移行が増加し、脂肪肝が悪化しました。これに対して、その酵素を過剰発現させると、フルクトースの肝臓への移行が減少し、脂肪肝が改善しました。つまり、腸腸から吸収されたフルクトースの大部分は、そのまま肝臓に送られるのではなくて、腸管上皮細胞で代謝されていることが判明したのです。もしもマウスで確認されたフルクトース代謝のメカニズムが人にもあるなら、なぜ砂糖入り清涼飲料水が有害で、果物がそうでないかが説明できます。果物の場合、フルクトースは食物繊維の妨害により、腸腸からゆっくり吸収されます。このため、腸管上皮細胞で大部分を代謝する余裕が生まれます。それゆえ無害であり、さらに果物にはファイトケミカル、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどが含まれるため、健康に有益です。これに対して、砂糖入り清涼飲料水の場合、フルクトースの吸収速度が高いので、腸管上皮細胞での代謝だけでは追いつかず、多くのフルクトースが肝臓に送られ、脂肪となります。だから有害なのです。では、甘いものを飲みたいとき、フルクトースの代わりにカロリーゼロの甘味料を使えばよいのか。それが次に問題となります。第2章、人工甘味料の問題点。フルクトースの過剰摂取による肥満や生活習慣病が深刻な社会問題となる中、フルクトースを含まない人工甘味料の開発が進みました。現在日本で使用が許可されている人工甘味料は、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロース、サッカリン、ネオテーム、アドバンテームの6種類です。このうちネオテームとアドバンテームはアスパルテームの誘導体です。カロリーゼロや糖質ゼロを謳う商品には、こうした人工甘味料が使われています。人工甘味料を使用している身近な商品を紹介しましょう。味の素が販売しているパルスイートの主成分は、アスパルテームとアセスルファムカリウムです。朝田飴が販売しているシュガーカットは、2009年までは人工甘味料としてサッカリンを使っていましたが、現在ではスクラロースを使用しています。これ以外にも様々な商品にアスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースが使われていますが、これらは砂糖や異性化糖などフルクトースを含む従来の甘味料よりも健康に良いのでしょうか。2022年にフランス人10万人以上を対象に人工甘味料の発がん性を調べたコホート研究の結果が発表されました。それによると、非摂取者と比較した
高摂取者のハザード比は、アスパルテームで 1.15、アセスルファムカリウムで 1.13 と、いずれも優位に1より大きくなりました。乳がんと肥満関連のがんが特に高リスクでした。これに対してスクラロースは消化管ではほとんど吸収されないので発がん性はありません。その代わり腸内に長くとどまることで腸内環境に影響を与えます。2008年のラットを用いた実験によるとスクラロースは腸内細菌層を変化させることで体重増加をもたらします。サッカリンも腸内環境を悪化させることが分かっています。カロリーゼロの甘味料全般が健康に及ぼす影響を WHO による2022年のメタアナリシスで確認しましょう。カロリーゼロの甘味料摂取による2型糖尿病発症のハザード比は飲み物で 1.23、食べ物で 1.34 で、どちらも優位に1を超えました。カロリーゼロの甘味料を使えば、それだけフルクトースを減らせるのだから、糖尿病のリスクが減っても良さそうですが、現実はそう甘くないということです。カロリーゼロの飲み物の消費が心疾患関連のリスクにもたらす影響を調べたメタアナリシスによると、そのハザード比は、心血管イベントで 1.32、心血管疾患死亡率で 1.19、全原因死亡率で 1.12 というように優位に1を超えました。カロリーゼロの甘味料は総じて健康には良くないと結論付けられます。健康意識の高い人が好んでカロリーゼロを選んでいることを考えると皮肉な結果と言わざるを得ません。それなら健康のためには何を甘味料にすればよいのか。それが次の章のテーマです。第3章、健康に良い甘味料の候補。私が健康に良い甘味料と考えるのは、プシコース、ステビア、難消化性オリゴ糖の3つです。最初の2つはカロリー制限模倣物質で、難消化性オリゴ糖はプレバイオティクスです。まず、プシコース。これはフルクトースの異性体です。この図に示した通り、両者は同じ分子式を持ちながら、ヒドロキ式の向きが一つだけ異なる構造を持ちます。名前の由来は疑似フルクトースの短縮形です。プシコースは人工甘味料ではなく、イチジクやレーズンなどに含まれる天然の甘味料ですが、自然界に存在する量はわずかで、希少糖と呼ばれる希少な糖の一つです。しかし、フルクトースをプシコースに変換する酵素が日本で発見されて以来、量産され、現在比較的安価に入手できるようになりました。プシコースはスクロースの7割程度の甘さを持ちながら、そのカロリーは等量のスクロースの 5% 程度で、しかも体内ではほとんど利用されません。もちろん、それだけなら、数あるカロリーゼロの甘味料の一つに過ぎませんが、プシコースで特筆すべきことは、その解凍抑制機能です。すなわち、体内でカロリー制限を模倣し、様々な抗老化作用を発揮するのです。培養機内試験や動物実験により、プシコースには、高脂血症や高血糖を抑制する作用があって、それゆえ糖尿病や動脈硬化を予防する効果が確認されています。
人を対象にした臨床試験の方はまだ数が少ないのですが、それでもいくつか成果が出ています。境界型糖尿病患者を対象としたランダム化比較試験によると、標準的な食事とともにプシコースをクロスオーバーで 0g または 5g 摂取させたところ、0g 摂取と比較した 5g 摂取の血糖値は食後30分、60分時点でどちらも優位に低下しました。別の試験で血糖値の減少は健常者でも確認されています。次にステビアについて説明しましょう。ステビアはキッカの多年草です。パラグアイの先住民族によって甘味料の材料としてだけでなく、薬草としても長らく利用されてきました。20世紀になってステビアの研究が進み、ステビアに含まれるステビオール配合体が甘さをもたらしていることが判明しました。9種類あるステビオール配合体の中でも、ステビオシドにはスクロースの150倍の甘さがあります。それでいて、体内ではほとんど代謝されずに排出されることから、カロリーゼロの砂糖代替甘味料として使用されています。この写真の中央にある白い粉がステビアから作った甘味料です。インスタントコーヒーで飲む場合、この程度の量で十分甘みが出ます。ステビオシドはケルセチン、カテキン、アントシアニン、イソフラボンなどと同様、フラボノイドというポリフェノールの一種なので、カロリー制限模倣効果が期待されます。実際、月種類を用いた動物実験から、肥満糖尿病、脂肪肝、肝繊維症、慢性腎臓病、高血圧心筋線維化、炎症性腸疾患、がんなどの慢性疾患に治療効果を発揮することが判明しています。では、人に対してはどうでしょうか。2019年のメタアナリシスによれば、ステビア摂取群をプラセボ摂取群と比較した平均差は、収縮期血圧、拡張期血圧、BMI、空腹時血糖でマイナスとなったものの、統計的に優位なのは収縮期血圧のみです。ステビアの摂取量をもっと増やせば、動物実験でのようにもっと違いがはっきりするかもしれませんが、安全性の理由から大量摂取は避けられています。実はラットを用いた動物実験では、ステビアが生殖能力を低下させたという報告があります。そもそもカロリー制限の効果は高老化と生殖のトレードオフに基づいていて、高老化を優先すると成長や生殖が犠牲になるはずなので、これはあり得る話です。そこで FAO と WHO の食品添加物専門家会議が1日摂取許容量を定めていて、体重 1kg あたり 4mg 以下なら問題ないとのことです。その代わり他の有益なカロリー制限模倣効果も限定的になります。最後は難消化性オリゴ糖です。これは小腸で消化されずに腸内細菌の栄養源になるプレバイオティクスです。腸内環境を改善する効果を持ちます。日本で量産されている天然の難消化性オリゴ糖にラフィノースがあります。シュガービートから分離生成して作られるので、ビートオリゴ糖とも呼ばれます。左の写真はシュガービートの葉で、右は根です。
1日 3g 以上ビートオリゴ糖を摂取することで、脂肪蓄積、肥満、糖尿病、アレルギー、アトピー性皮膚炎などの抑制が期待できます。以上、健康に良い甘味料として、プシコース、ステビア、ビートオリゴ糖の3つを紹介しました。それぞれの長所と短所を表にしてまとめ、使い分け方を考えることにします。プシコースは砂糖に近い味の甘さを持つことが長所ですが、長時間の加熱やアルカリ環境下で減少するという短所があるので、低温かつ中性、もしくは酸性の食品に適しています。例えば、アイスコーヒーなどの冷たい飲み物、ヨーグルトなどがこの条件を満たしています。ステビアの長所は非常に甘いこと、および120度までの熱に耐えられることです。難点は味にやや癖があることです。もとより味覚の好みには個人差があるので、一概に悪いとは言えません。ステビアの長所を生かすなら、熱い飲み物や甘さが特に必要な料理に使うと良いでしょう。ビートオリゴ糖はさらに熱に強く、140度までは安定しています。この甘味料の最大の欠点は、甘さが砂糖の2割ほどしかないところにあります。この欠点を逆に利用して、それほど甘さを出す必要のない料理に使うと良いでしょう。それぞれの特性をよく踏まえた上で、これらの甘味料を日常の食事に取り入れ、健康と食事の楽しさを両立していただければと思います。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に、更新情報をお知らせする、長井俊也ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには、japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料で、いつでも登録を解除できるので、お気軽に試してください。